パーソナルトレーナーのゆうじです。パーソナルトレーニングのお申し込み、お問い合わせは概要欄のメールからお願いします。今日はですね、50歳以上の足トレでこれだけは絶対やってはいけないということを7個選びました。これは普段僕がパーソナルトレーニングで指導していて、ほとんどの人に指摘するポイントではあるんですね。その7つのポイントというのが、50歳以上のほとんどの人には当てはまってしまう。よく起きることであるので、この7個は最後までぜひ聞いていただいて、自分がもしやっていればそこを修正していただきたいと思います。その方がね、より効果的な足トレができますので、ちょっとね、ポイントを押さえてやってほしいと思います。で、その足トレですけれども、今回はスクワットとブルガリアンスクワット。両方で同じことが起きますので、その2つを例に出しながら説明していきます。で、1つ目なんですけれども、まずスクワットをやってる時に、ここからしゃがみますよね。ここから足だけ、足だけスクワットというのをやってしまいがちです。足トレだから足だけやるんじゃないの？そうかもしれないですが、そうでもないんですよ。足トレだから足を動かすっていうふうに思ってると、スクワットでこうしゃがんだ時に足だけ伸ばすイメージになってしまう。これがブルガリアンスクワットでも同じことが起きてます。ここから立ち上がる時に足を伸ばすことだけやっているので、上半身のことを何も考えていない動きになっているんですね。これも足は伸ばしてますけど、足だけの動きになってますね。で、僕が思うにですね、50歳以上は足だけを鍛えてるわけではないと思ってます。しゃがんで立ち上がるという動作をしていくときに、お腹腰も使いながら、そして下半身だけでなく上半身も一緒に使う、全身を一緒に使うことで身体能力を落とさないようなトレーニングをしていくべきだと思うんですね。で、そういうことをやっていかなければ、年々その身体能力が衰えていく年代なので、そこでとにかく衰えさせない、レベルを上げていくようなことをやっていきたいわけです。だから足の筋肉さえつければいいというわけではなく、そしてエネルギー消費さえすればいいというわけではなく、さらには身体能力を上げる。つまりは動きやすい体、身軽な体になるためにはそういう動き、下半身だけでなく上半身も使う。その間にあるこの体幹部分ですね。この体幹部分がそのつなぎ目となってうまく連動していく。そんな体を作ってほしいので、足だけを動かすという足トレにはしてほしくないんですね。だから僕がいつも言うように、座って足だけ押すこういうレッグプレスというものは全く上半身を使わないものなので、それは50歳以上は全くやる必要はないと思っています。できるだけスクワットあるいはブルガリアンスクワットというものを選んでやってほしいということですね。そして2つ目というのが、まずスクワットやっていくときに猫背になる。これそもそも担いだ時にすでに猫背になっている場合が多いんですね。これ猫背でなくスクワットの場合は基本的には肩甲骨を目いっぱい締めます。肩甲骨を目いっぱい締めたままでやっていくんですね。この肩甲骨が緩むということはもう最初からないです。最初から締めたままでやっていくべき。もちろん猫背になった状態では腰が丸まった状態なので、肩に重さが乗っていてしゃがんでいくとどんどん前かがみになっていくんですね。で、この状態だともう自分がギリギリいっぱいもう崖っぷちの状態なので、そうするともうね、腰痛のリスクがすごく高くなって、もう本当に怖いです。普段立ってる状態で少し腰は反ってる状態。この形をキープしながらやっていくのが一番リスクが少ないんですね。なので、猫背にはならないでやっていきたい。ブルガリアンスクワットでも同じことが起きてます。ブルガリアンスクワットで特にダンベルを持ってる時に猫背になっていく。これもね、足の意識しかない場合に上半身のことを忘れてしまうので、こういうふうに猫背になってしまうことが起きると思うんですね。あとはこのダンベルを持ってるがゆえに、なんかダンベルを下げようと思ってしまう、そういう感覚が生まれてくることもあるんですけど、基本的には上半身をまっすぐに起き上がらせたままでやっていくというのがスクワットでもブルガリアンスクワットでも基本になります。なんだけれども、そのまっすぐに起こすということをやろうと思うと、3番目のお腹抜けというのをやってしまいがちです。お腹抜けって何かというと、スクワットでこう立ち上がってくるときに、猫背になってはいけないと思って、頭と胸を一生懸命起こそうと思って、起きてはいるんですけれども、この時に結局、起こしてるけれども、お腹の力がポコーンと抜けて、立ち上がったら、こういう状態なんですよ。最初の足だけっていうのはこの状態なんですけど、お腹の力が抜けてるので、胸と顔は起きていると起きてる。だけども、腹筋の力が抜けた状態。これって、さっき言った上と下をつないで体幹が働いている状態ではないですね。もうこっちは働いてないですから。で、これを締めた状態でもうちょっと起こしていく。という形にしなければいけないんですね。だから、立ち上がってくるときに、腹直筋もそうですけど、この肋骨と腹斜筋あたり、この腹筋全体のコルセットを締めた形で上げていく。肋骨の上の腹斜筋も締めておいて持ち上げてくる。ということが重要なんですね。ここで抜けてないです。締めたままです。だからここは休憩ではないですよ。締めたままで持ち上げてる。だから上がった時にこの抜けた状態で段差ができる状態ではなく、もうちょっとこっちに戻ってくる。
ということなんですね。ブルガリアンスクワットも全く同じ力の入れ方。ダンベルを持ってると重いので、こう上がってきた時にグッとこういうふうに、またこの上半身と下半身がずれちゃうんですね。ずれないようにお腹のコルセットを締めたまま上げてくれば、上半身がほぼ骨盤の上にあるままでやっていけるわけですね。つまり足トレではあるものの、このお腹をしっかり働かせてやっていかなければ、この真上に上半身を維持することができないんですね。ここを使ってほしいということ。で、これはなかなかね、自分の目では確認できない。横からしか確認できないので、必ずスマホで動画を撮って自分の動きを確認してやってください。そして4番目なんですけども、呼吸は1回です。で、これが1回ではなくなってるパターンが結構あります。例えばね、スクワットをやっていくときに、基本的には下ろすときに息を吸う、上がるときに息を吐くなんですけれども、こう下ろしていくね、吸い始めたんだけど、ここで一回ね、って抜いて、また吸って、って抜いて、また吸って、またここで吐くみたいな感じ。これだと2回お腹の力が抜けやすいんですよ。息を吸ってコルセットを締めてるのに、ここで一回吐いてしまうと、緩んでしまう。で、ここでもう一回吸って上がったときに、吐いてまた抜けてしまう。みたいな感じ。呼吸は1回なんですよ。降りながら吸って、下半分ではもう呼吸を止めて固めとく。固めたままで上がって上半分で吐く。上半分で吸って固めたまま。吸ったらそのまま止めてです。空気を肺の中に溜めたままで半分まで来たら吐く。という感じ。下半分では空気を入れたままお腹を締めて息をふっと止めてる感じなんですね。息を止めてるから呼吸をしてないわけではなくて、肺の中に空気がいっぱい入ってます。で、肺の中に空気が入ったからといって、一瞬で取り込めるわけじゃないんですね。例えばね、こうやって息をってこうやって数秒止めてても、今の数秒という時間をかけながら肺から酸素を取り込んでるわけなんですね。だから吸ってすぐ吐くというってやると、入ってるけど酸素を取り込む時間ないわけですよ。だから下半分では止めといて、こっから吐くぐらいがちょうどよく酸素を取り込めるんですね。だから下は止めとく。絶対に吐かない。吐いてしまうと緊張が抜けるから。これはブルガリアンも全く一緒で、息を吸って、これ止めといて、上半分で吐く。息を大きく吸って、で、止めといて、上半分で吐く。という、この呼吸の仕方は一緒です。この呼吸を正しくやるためには、当然腹筋の力が必要です。足の力というよりは腹筋の力をしっかり高めておかないと正しく呼吸ができない。正しく呼吸ができないから足のトレーニングを正しくできないということになってくるので、とにかくね、腹筋の筋力というものは皆さんがどのレベルの足を求めていたとしても、ものすごくね、しっかりしたね、ぶっとい足を作ろうと思ったらもちろん強くなければいけないけども、そうでなくても体の健康のために、足の健康のために、健全な足を作るために足トレをやりたいという場合でも、腹筋のレベルというのはこのぐらい高いレベルにしておいてほしいんですね。そうすると問題なく足のトレーニングができますので、腹筋のレベルはとにかくね、呼吸のためには高いレベルにしておいてほしいです。そして5番目なんですけれども、これはですね、ここまでは上半身のこともいろいろ言ってきましたが、もう足自体です。スクワットをやっていくときに、上がったときにカクンと膝をロックしてしまう。これいらないです。膝のロックをカクンってしてしまうのは、ここまず休憩なんですよ。休憩になってゼロの状態になってもう一回使うっていう風になるんですね。辛いんで休憩をしたくなる気持ちはわかりますけれども、ここ休憩はいらないです。大胸筋だってそうじゃないですか。大胸筋でも上げた時に腕を伸ばしきって、はーって休憩をしてしまうと、大胸筋の休む時間が長くなるので、大胸筋が辛いわけじゃない。追い込まれない。だから、なかなか筋肉つかないになってくるじゃないですか。だから足も同じなんですよ。足も上がった時にここで休憩してしまうほど、せっかくもっと足の筋肉を追い込んで効率よく筋肉を作ることができるのに、膝をロックして休憩してしまう。これはいらない。だから、下から立ち上がって9割ぐらいです。9割というイメージ。そうすると今はこれロックする手前ですね。下から 90% でストップ。下から 90% でストップ。ということ。ロックをしないでちょっと力が入っている状態。スクワットの形はまだここで保ちながらももう一回やっていくという感じ。基本休憩なので辛いですよ。辛いけどこの感じでやってほしい。で、特にブルガリアンスクワットなんかやってる時にこうグラグラするっていうパターン結構あると思うんですよ。グラグラする原因というのが、ここで一回休憩に入ったところからもう一回入ろうとするからグラグラしちゃうんですよ。そのゼロから力が入ったところに入れるというそのスイッチを変えること自体でわざとグラグラする感覚が生まれてしまうんですね。だからそれが下から 90% で終わって、その繰り返し、だから力が抜けないままで行ったり来たりを繰り返すパターンでやっていくとあんまりグラグラしないんですよ。
だからゼロの状態からスイッチを変えるのが難しいんですね。だから 90% で終わり。で、ブルガリアンスクワットの場合、ロックをすると、ここからスコンって落としがちなんですね。上の方をスコンって落としがちなので、そうすると上での力の入れ方と、下での力の入れ方、この下の方がグッとかかってきますから、それもコントロールが難しいんですね。なので、もう下から 90% で終わり。それを10回終わるまでとにかく粘っていく。10回我慢して粘っていく。そんなね、膝をロックしない 90% までしか上げないという感じでね、足のトレーニングはやってください。そして6番目ですけれども、ここら辺はね、本当によくあることです。重すぎて下げられない。重すぎては下げられない。もうね、下げられないんだったら 20% 軽くしましょう。20% は軽くして、その代わり、太ももがほぼ水平まで降りるようなスクワットにしてほしいです。これがね、わかりやすい数字で言うと、100キロで上半分やってるのと、20% 軽くして80キロでもも水平までやってるスクワットでは、20キロ軽くても水平までやってるスクワットの方が足はしっかり強くなってくるし、足の筋肉も正しくついてきます。ブルガリアンスクワットでもせっかくダンベルを持ってるのはいいんですけど、それが重すぎて上の方しかできないのであれば、もうこれは軽くする、あるいはもうなくしたとしても、もも水平近くまで下ろすようなブルガリアンスクワットにしていった方が、このお尻に効きにくいというところも改善できて、お尻をしっかり使うこともできます。ブルガリアンスクワットでお尻効かないという一つの原因は、やっぱりね、この深さが足りないということがあるんですね。そこでやっぱり深くいって、お尻でかかとを踏む、ほぼ水平までいって、かかとで踏むというふうにやると、お尻を使えるんですね。だからあまり重くしすぎないで、ほぼ水平まで下ろすということをね、心がけてやってほしいです。その方がね、特に50歳以上の場合には効果が出ます。そして最後、7番目なんですけれども、7番目は足トレをやらない。あるいは滅多にやらない。もうこれはダメです。これは本当にダメです。足トレね、あまりやらない人もいます。上半身はね、好きだけども、足トレあまりやらない人っていうのは結構います。だけれども、50歳以上の人でどれだけ足トレが大切なことか。大胸筋をつければかっこいいですけども、今もう50歳です。60歳です。これから先を考えた時に、もう絶対足は強くなければいけないんですよ。で、それが機能的に働かなければいけない。体が動く体でなきゃいけないんですよ。そのために今まで言ってきたこと、足だけじゃなく上半身も一緒に使う。体幹をしっかり使う。呼吸もうまく使っていく。深く下ろしていく。そういうことを最低でも週1回はしっかりやってほしいんですね。50歳以上で足トレをしないというのは、僕の意見としては今後の人生で損をすると思います。なので、最低でも週1回はしっかりやる。あとは軽いバックランジというのはね、頻繁にやっていいと思いますけれども、とにかくね、足トレだけは欠かさないでしっかりやってほしいです。僕自身ね、足トレをしっかりやるためには、1週間の一番最初に持ってきてるんですね。大体ね、1週間一番最初に多くの人が大胸筋を持ってくるんですけども、僕は一番自分でもね、重いな、嫌だなと思う足のトレーニングを1週間の最初、月曜日に持ってきてます。その方が自分がエネルギーがいっぱいありますし、そこからスタートするんだという気持ちもありますので、そんな感じでね、1週間の初めに足トレを持ってくるというのもね、一つの手段ではあります。そんな感じでね、50歳以上の足トレは非常に重要です。このやってはいけないことをね、全部ね、修正して、質の高い足のトレーニングをやって、健康でかっこいい足を手に入れてください。チャンネル登録よろしくお願いします。インスタなどでもやってますので、フォローよろしくお願いします。パーソナルトレーナーゆうじでした。